はいどうもこんにちは。サバ整骨院バッシュブでございます。本日はですねこちらジェイソン・テイタム1をね実際に履いてまいりましたので、そちらのレビューをしていこうと思います。で、一言で言うと、化ける可能性のあるバッシュなんじゃないかっていうようなね印象を持ちましたので、早速レビューをしていきましょう。はい、ということでですね、私の簡単な足のスペックがこちらでございます。足27センチ、扁平足、足幅やや広め、初めてのバッシュで足裏痛くなりがちのわがままフットジャンでございます。このバッシュが届いた時には一番上まで紐が通ってない状態なんですけれども、ここをねしっかり靴紐を最後まで通して、レビューをしていこうと思います。はい、ではまずはフィット感ですね。足を入れた瞬間に室内空間意外と広いなっていうね印象を持ちました。横幅はね結構ありましたね。いい感じです。私扁平足で横幅ねきついのちょっとダメなんですけど、今までジョーダン36、37横幅が狭くてちょっとダメだったんですけど、このテイタム1は横幅はしっかりあって室内空間もすごい広い印象を持ちました。ただ横幅は合っているんですけれども、縦がねちょっと余っちゃうっていうようなね感覚があるので、もしかしたらハーフサイズダウンでもいいんじゃないかなっていうようなね印象を受けました。で、このアッパー部分がメッシュ素材なんでね、使い込んでいくとね、結構メッシュ素材って伸びてきちゃうかなと思うんですよね。で、紐がね、だんだん結構余ってきちゃうっていうようなね、印象がありますので、なので、もしかしたらね、ハーフサイズダウンが結構、いいかなっていうようなね、印象を持ちました。右足をね、一番上までこう紐を縛った状態が終わって、今度は左足ですね。で、左足には、こちらのバーバーファインドのサポーターを下上から履いていくっていうようなね感じを取りました。サポーターあった状態での試着ですよね。はい、ということで左は縛り終わりました。で、まず正面からのイメージですね。で、今度はサイド側、横側からのシルエットですね。こんな感じでございます。27センチです。で、こちらが後ろから見たシルエットでございます。ソールの部分の感覚ですね。イメージはこんな感じです。ということですね、こうやってランジをしていきます。で、思いっきりつま先をこうやってぐーっと曲げていきますと、やはりね、アッパーと言いますか、アッパーはね、柔らかくて、感覚としてはいいんですけれども、ミッドソールのこう、せり上がった、横までこう、せり上がった部分ありますよね。その部分がね、ちょっとね、中の方に食い込んできて、それが当たるかなっていうようなね、感じがありました。こうぐーっと曲げていくとね、この前足部のこうミッドソールのこうせり上がった部分がね、こう折れて内側に入ってるの分かりますかね。ここがね、ちょっと当たって痛いなーっていうようなね、感じを受けましたね。で、もうちょっとね、アップで見ると、こんな感じですね。こうミッドソール、外側にせり上がったサイドボール側のね、このミッドソール部分がね、こう内側にこう、グイーンと折れ込んで中に入ってきてるっていう、なんとなく分かりますかね。ここがね、ちょっと食い込んでくるな、ちょっと痛いかなっていうようなね、感じがありましたね。ただこうやってね深く曲げていってもかかと抜けがねあんまりないような感じがしました。かかとの収まり具合っていうのはね、今回のジョーダン結構良かったですね。テイタム1良かった印象があります。それとしばらくね履いて走っていると、ここのねメッシュ部分は柔らかいんですけど、そこの外にある赤い部分ありますよね。これプラスチック素材なんですけど、ここはねすごく硬いですよね。なので柔らかいアッパーとこの硬い部分のこのちょうど間にね指が当たってちょっと痛いんですよね。ユーロステップとかこうギュッて止まった時にちょっとこの硬い部分に当たって少し指が痛いなっていうね感じがありました。それとまたね、しばらく履いていると、このね、私の場合、左足のこの内側の部分ですね、内側のくるぶしあたりの部分が、ちょっとね、内側に食い込んできて、当たって痛いっていうのね、足首、内側の方ですね。内側のくるぶしのところが当たって痛いっていうようなね、感じがありました。なので、一番上まで縛ってて、サポーターをしているのにもかかわらず痛かったので、一番上だけね、ちょっと通すのをやめて、で、外して、で、その下の方で縛ったっていうようなね、感じでやりましたら、その後はね、全く問題なく痛くなくなりました。で、右足の方はですね、特に靴下だけだったんですけれども、どこもね、当たって痛いという感じがなかったです。唯一、深く曲げていくと、ちょっとこのミッドソールとか外側のね、プラスチックのところが指が当たって痛いというようなね、感じがありましたけれども、全体的なフィット感っていうのはね、右足は結構良かった印象です。
で今までのねフィット感を聞いてもらうと、なんだどっか痛いんだ、やっぱりね小指当たるんだなとかね、そういった印象を持つかなと思うんですけれども、ただねこの後このバッシュのフィット感化けますので、もしかしたらね皆さんも化けるかもしれないんで、ぜひねちょっとやってみていただきたいことがあります。でその方法っていうのがインソールをね入れてもらうっていうことですね。もともとこのバッシュすごく軽いので、なのでもともとついてるインソールの上に自分がいつも使ってるインソールを入れるっていうのもいいんじゃないかなと思いますね。もともとそのハーフサイズダウンの方がいいんじゃないかっていうふうにね言っていたんですけれども、ただいつも通りのサイズを買っていただいて、でその上にもともとね正規についてるインソールが入った上に自分のインソールを入れてもらうというような形をとっていただくと、結構ねこれ化けるんじゃないかなっていう印象がありました。っていうのは先ほどね外側の小指あたりが当たって痛いっていう風に言ったと思うんですけども、アッパーと外側のこのプラスチックの部分のギャップが激しすぎて、アッパーは柔らかいんだけれども外側のプラスチックはすごく硬い、ちょっと下のプラスチックはねミッドソールについてるプラスチックがすごく硬いので、硬いところがすごく目立って小指が当たって痛いなっていうような感じがあるんですけども、ただね自分のインソールを入れるとそのね硬い部分に当たらなくなるんですよね。アッパーの柔らかい部分だけに当たるので、なんでねフィット感がね格段に良くなりました。でもしくは正規のこのインソールを出して、でちょっと厚手のインソールを入れてもらう、自分専用のねインソールを入れてもらうっていうようなね形をとっていただくと、このねバッシュのフィット感結構化けると思いますよ。私ねこのインソールを入れた後動いたらね結構痛みなかったんで、割とねこれはフィット感化けるんじゃないかなっていうふうに思います。であとこの足首のね足入れの部分一番上まで紐通していると、で私の場合は左足だけねちょっと痛かったんですけど、それ一番上をちょっと取って下で結んでっていう風にすればフィット感はね割となんか格段に良くなったような感じがありました。それと体重をかけるとこのかかと部分ですよね、こことあと前足部の部分は足についているような感じがあるんですけども、ミッドフットあたりはちょっとねやっぱ浮いてるような感覚がありました。硬い床の上に仰向けで寝ると腰が浮いてるような感じありますよね。あんな感じでねミッドフットだけついてないみたいなね感じがありましたので、もしかしたら足底筋膜炎とか、そういった症状を持っている方っていうのは違和感が出たり痛みが出たりするのかもしれないなっていうようなねところです。フィット感はねそんな感じです。では続いてクッション性ですね。クッション性はね前足部のところは非常にいい印象がありました。で下にねズームエアがパッドが大きめのものが入っているんですけれども、ソールが薄いのでもうつま先の前足部のすぐ下にねズームエアを感じることができます。なのでクイックシューターだったりそういった方は結構いいんじゃないかなと思います。で練習前にこれアンクルホップっていうんですけど、これをね私やってみたんですよ。で練習前にねこれやると私膝痛くなるんですけど、室外腱のとこね痛くなるんですけども、今回ねこの場所で思いっきりやってみたんですけど大丈夫でしたんで、なので結構クッション性前足部のところはねいい印象がありましたね。かかとはそれなりのものかなっていう感じがするんですけれども、前足部はいい感じを受けました。では続いてグリップ力ですね。トラクション力になるんですけれども、まずねこの横の動きですよね。結構ねサイド側ね滑るような印象がありましたね。でどうしてもねソールのところの前足部のところをポカンと穴がね開いたような感じになるんですけれども、あれのせいもあってかねなんかちょっと不安感がありました。恐る恐るちょっとサイドステップを踏んだっていうね感じになるんですけれども、割と勢いよくダダダダッと走ってビタッと止まってはいないにもかかわらずちょっと滑るっていうかね感じがありました。で通常例えばルカワンとかあとレブロン20なんかはこの縦のね、このトラクション力っていうのは非常に良かったんですけども、ただ今回のねテイタム1はこの縦もねちょっと滑るなーっていうようなね印象を持ちました。で今回の体育館の状態も黄砂がね結構来てますよっていうようなね、予報も流れていたぐらいなので、もう表面はねもう砂砂の日ですよ今日は。なんで割と滑るかなっていうような感じはあるんですけれども、ただ砂がねある程度ホコリとか舞ってた状態、うっすらね表面がホコリでコーティングされた状態でもレブロン20ルカ1あたりは結構止まって縦はね、止まってくれるような印象がありましたので、それを考えるとやっぱり
ぱりテイタム1のこちらはね、アウトソールがやっぱりちょっと少ない、面が少ないせいもあるのかな、ちょっと止まりにくいなっていうね、感じはありました。なんで、グリップ力、トラクション力っていうのはちょっと期待できないんじゃないかなっていうようなね、印象を持ちました。でこれが縦ですよね。若干こう滑ってるなっていうようなね、感覚がちょっと見えると思います。はい、ということでですね、こちらのテイタム1のバッシュをいろいろね、レビューさせていただいたんですけれども、やっぱりね、気になるのがこの前足部のところですよね。前足部のこのアウトソールのところですね。やっぱりこれがねちょっとこうくり抜かれているっていうのが、そのグリップ力がちょっと低下した要因なんじゃないかなっていうのはやっぱりちょっとあります。不安感もね私はちょっとありました。以前ねアンケートをさせていただいたんですけれども、何をね重視してバッシュを買っていますかっていう問いに対して結構の方がねグリップ力を重視するっていうようなね、感じの回答をいただきましたので、やっぱりグリップ力重視っていう方にはちょっと向かないのかもしれないというようなところです。で最後にですね、おすすめしたい選手とおすすめできない選手っていうのを私なりにねちょっとまとめてきました。でまず、おすすめしたい選手としましては、誇り少なめで割と綺麗な体育館でできるバスケットができる環境にある方なんかは向いてるんじゃないかなと思います。前足部をかなり使うクイックシューターは向いていると思います。でここのねズームエアの部分っていうのが本当に反発力がすごいあって、でクッション性かなりいいので、なのでクイックシューター、前足部をかなり使うねクイックシューターなんかはいいんじゃないかなと思います。あとリバウンドは取るものじゃなく触るものっていうね概念のある方ですね。もう何度もジャンプしてで、触って、最終的にはリバウンドをものにするっていうね、概念のある方向いていると思います。それとあとテイタムファンですね。フィットする方とかテイタムファンの方はいいんじゃないかなと思います。で逆にねちょっとこのテイタム1がおすすめできない選手っていうのはやっぱりねグリップ力命の方ですね。グリップ力を結構重視する方っていうのはちょっともしかしたら向かないんじゃないかなと思います。やっぱりどうしてもねこのグリップ力っていうのはあまり良くなかったと僕の中では思います。それとあとは膝から下、膝を含めた膝から下の怪我を持っている方、怪我しがちの選手ですね。そういった方もちょっともしかしたら合わないのかもしれないというところですね。理由としてはサポート力がちょっと低いかなっていうようなね感じです。靴全体のねじれ感がちょっとありますので、足底筋膜炎とかもね含めて、シンスプリントだったり膝の内側が痛いっていう方にはねもしかしたらちょっと合わないのかもしれないというところですね。あとはね高校生とかこうシャトルランとかねものすごいあると思うんですけども、シャトルランをねギリギリで、タイム切ってる子なんかはやめた方がいいと思います。やっぱりねグリップ力がないので、なので今までねギリギリでなんとかこうシャトルランのタイムを通過してたっていう子に関してはちょっとねタイムが遅くなる可能性があるので、なんで、そういう場合はねちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなと思います。で今回のねこのテイタム1はインソールを入れるとやっぱりねフィット感が結構良くなったっていうようなね、感じがありました。ただ結構そういう風にねフィット感はかなり化けたんですけども、化けたとてルカワンの方が僕は履きやすいなっていう印象を持ちました。ちょっと厳しめなのか分かんないですけれど、私の足にとってはルカワンの方が良かったかなって比べちゃうとね、そういうような感じを受けましたので、皆さんもねぜひ参考にしていただけたらと思います。でコメント欄でもしね、このテイタム1を履いた方がいらっしゃったら、私はこうだったよとかね、こう履き心地こうだったとかグリップ力こうだったとか、もしあったら結構有益なね、情報皆さんも参考になるかなと思いますので、ぜひ、コメント欄に書いていただければと思います。僕の足だけのね可能性もありますから、そのような印象を受けましたということで、今回の、テイタム1のレビューでございました。それでは以上、浅場整骨院バッシュ部でございました。お大事にどうぞ。